皆さんお疲れ様です。株分析作業員ののんびりです。本日は視聴者様からのリクエストにお答えして、 Yahoo ファイナンスの長期保有におすすめの有料高配当株の中でもトップクラスの利回りを叩き出していると現場でも話題になっている株式会社無限エステート、証券コード3299の点検を行います。利回りが 7% を超えていて飛びつきたくなる数字ですが、本当に長期保有して大丈夫なのというリアルな裏側と、巻き返しに向けた面白い深掘りポイントについて一緒にしっかり確認していきましょう。本日も最後までご安全に。まずは初動点検、のんびり点検シートです。サクッと確認していきましょう。配当利回り 3% 以上に対し 7.47% で合格。 ROE10% 以上に対し 19.7% で合格。配当成功 50% 以下に対し 40.0% で合格。自己資本比率 50% 以上に対し 33.5% で不合格。総じて圧倒的な高利回りと稼ぐ力を兼ね備えているものの、不動産業特有の借金をして稼ぐモデルであるため、自己資本比率は低めに出ているという判定になりますね。次に事業内容の点検、稼ぎの柱です。無限エステートの稼ぎの柱を確認しましょう。この会社の圧倒的な稼ぎ頭は不動産売買事業です。売上高は653億円で全体の約 96% を占めています。主に首都圏の中古マンションや投資用のビルなどを買い取り、きれいにリフォームして再販するビジネスモデルです。そして第2の柱として賃貸その他事業が売上高29億円、構成比約 4% で続いています。買い取った物件を販売するまでの間、無駄なく賃貸に出して家賃収入を得ているのが特徴です。続いて業績の軌跡点検、過去5年の推移です。過去5年間の業績のトレンドを見てみましょう。5年前の2021年は売上高340億円、営業利益23億円でした。それが直近の2025年では売上高683億円、営業利益110億円へと急成長しています。売上は倍増、営業利益に至っては約5倍です。インバウンド需要の回復や円安による海外投資家の日本の不動産爆買いの波に見事に乗ったことがこの右肩上がりの理由です。次に財務の深掘り点検です。会社の健康状態を示す貸借対照表 BS を点検します。総資産は1067億円。これに対し現金は207億円を確保しています。一方で借金である有利子負債は627億円とかなり多くなっています。自己資本比率も 33.5% です。借金が多くて危ないのではと思うかもしれませんが、不動産買取再販のビジネスは銀行からお金を借りて販売用の在庫を仕入れるのが大前提のモデルです。現金も200億円以上持っており、在庫をしっかり売りさばけている間は問題のない鉄壁さだと評価できます。続いて還元姿勢の点検、配当の推移を見ていきましょう。過去5年間の配当は15円、20円、63円、104円、114円と業績の拡大に合わせてとんでもない勢いで増配しています。そして来期予想は130円です。会社は連結配当成功 40% 以上を目標に掲げており、その通りに還元しています。さて、ここで視聴者の皆さんに強く警鐘を鳴らします。この 7% 超えの超高利回りに絶対安易に飛びつかないでください。なぜならこの配当は業績連動型だからです。過去に累進配当を宣言しているわけでも DOE を目標にしているわけでもありません。業績が絶好調だから今は配当が高いだけで、もし不動産市況が悪化して利益が減れば容赦なく減配される諸刃の剣であることは肝に銘じておいてください。次に直近決算と将来目標です。ここからが面白い深掘りポイントです。つい先日発表された2026年12月期の第1四半期決算では
売上高が前年同期比 27.0% のマイナス、営業利益も 66.0% のマイナスという厳しいスタートになりました。頼みの綱だった海外投資家向けの大型物件が売れなくなったためです。通期の目標に対する営業利益の進捗率はたったの 8.2%。これ通期の増収増益予想を達成できないのでは、減配来るのではと不安になりますよね。しかし会社側もただ黙っているわけではありません。面白い巻き返し策を打っています。まず主戦場を首都圏から地方へ広げ、地方エリアの売上を前年同期比で約4倍に急成長させています。さらに不動産特定共同事業という小口化ファンドで、なんと介護老人保険施設を投資商品として完売させているんです。海外投資家が買わないなら、国内の個人投資家から小口でお金を集めて老人ホームで稼ぐ。この泥臭くもしたたかなシフトチェンジが後半戦の業績をどう支えるかが最大の注目ポイントです。続いてチャートと需給の点検です。株価は直近で1741円付近を推移しています。年初来高値の2600円台からは第一四半期の減益決算のショックもあり、大きく下落して調整しています。信用倍率は 10.74 倍と小売回りに飛びついた信用概算が溜まっており、需給は少し重たい状態です。上値には戻り待ちの売り圧力が控えているため、しばらくは上値が重い展開が予想されます。最後に結論のんびりの判定です。総評として無限エステートは強力な商品開発力で巻き返しを狙うハイリスクハイリターンな高配当銘柄だと判定します。目の前の利回り 7% は魅力的ですが、第1四半期の遅れを取り戻せるか、次の第2四半期決算を見るまでは業績連動の減配リスクがくすぶります。具体的な指値としては、下値支持線として意識されやすい1600円から1700円付近のボックス圏で決算の進捗を見極めながら少しだけ打診買いする程度の慎重な戦略が有効だと考えます。小売回りだからといって全力買いは禁物ですよ。皆さんはこの銘柄どう思われましたか？ぜひコメント欄で皆さんのご意見お聞かせください。今回の点検が少しでも参考になったら、忘れずにいいねとチャンネル登録、それと新機能のハイプボタンをよろしくお願いします。皆さんの応援が私の日々の点検作業の励みになります。この銘柄も点検してほしいというリクエストもコメント欄で随時受け付けていますので、ぜひ教えてくださいね。それでは皆さん、本日もご安全に。